MSX さあ MSX とか確かにちょっと欲しい、ナポリタン用意しないと使命感。なんかさ今 MSX のなんかあれないのかね、簡易筐体みたいなやつとか。ホワイトポーション、あ、何もないか。やっぱあれなのかね、古いの買うしかないのかね MSX とか。古いのって MSX もムスックスも高そうですね。高いね。しかも MSX って結構種類あって、 MX1、2、ターボってあるんだよね。だからそれぞれで動くゲーム機とが決まってるから、なんだっけ、確かターボがメタルギア2だっけ確か。だからなんだっけ、結構ねパソコンの OS みたいに種類があるから、そういう意味でもね、だから1個だけ用意すればいいわけじゃないんだよね。1個だけ。でもそんなの集め出したらさ X68000 とかさ PC9801 とかさ21とか集め出すからやめようね。なんともうやめようね、もうそこまでいくとさ、もう全部そういうのを全部集めかねないからね。置き場所もなくなるしさ、私のあれだよ、本当に老後の蓄えも全部なくなっちゃうからやめようね。ねえ、でもあれでしょ、公開した顔はしてないんでしょ。貯蓄がなくなってもさ、公開してないんでしょ、顔が満遍の笑みで喜んでるんでしょ。ちなみにね、意外と大変なのはモニターかな。昔のパソコンとかってモニターが結構大変なんだよ。確か昔のパソコンのモニターと今の液晶のモニターってヘルツ数が違くて確か映んないんだよ。だからよく昔のパソコン持ってきて変換かなんかして、今のモニターに映せるかって思うじゃん。映せないらしいんだって、ヘルツが違うから。だから本当に昔のパソコンは昔のモニターじゃないと映せないらしいんだって。だからなんだっけ、昔のモニターは 15kHz だっけ、今のは 22kHz かなんかに変わっちゃってるらしいから映せないんだって。だから本当に20年ぐらい前のモニターとかを探してこないとダメらしいから、もし本体を例えばコンデンサーとか交換して稼働したとしてもモニター問題が出てくるらしいですね。あとはコントローラーとかマウス問題とかね。紅の古文字を持つあなたたちを導くのが私の定め。よくぞ2つの古文字を揃えました。あなたたちに必ず必要となる古代神の秘宝がここの北古代の洞窟にあります。あ、さっきのとこだね、多分さっきのとこだね、さっきのところ。封印を解いておきました。行って手に入れてくるのです。ちなみにね MSX のコントローラーとセガマーク3のコントローラーは使えるらしいですよ。だからもしなんだっけ MSX を手入れたらジョイパッドはレトロゲームを実機プレイするのも今は大変ですね。いやーだって軒並みエモ30年リさんかな、砂かけババアの。多分そうだと思う。だって軒並み30年以上前のものだからね。逆にさ30年前のものが動くっていうのが逆にすごいじゃん、逆に言っちゃうとね。ちなみに静岡かどっかにあるPC98 専門店ってあるんだよね。あそこではそういうのあるらしいよ、全部。マウスからキーボードからそういうのが全部あるらしいよ。全部あるんだって、全部。だからお金があるんだったらそこに行けば大体揃えるらしいですよ。今度は静岡行った時に覗いてくるかなねえ、ダメだよみんな、ダメだよみんな。じゃあシュウさん全部集めてきたらって言ったらね、試しに全部集めたらいくらかかるのかなと思ったら、なんと、40万ぐらいかかりますダメだよみんな、何言ってんだよさっきからさ、本当にさ、もうダメだよ本当にね。解説動画作るだけで一体いくらかかってると思ってんだよ本当に。40万とかさ、本当にチラダメだ、何チラとか言ってんだよ本当に。なんでだからさ、はっきり言うけどさ、全部集めちゃったとか言いそう。
じゃあみんなはっきり言うけどさ、俺さ、みんなさ、普通さ、はっきり言うよ、動画投稿してる人はさ、普通はさ、儲かるんでしょ。あんだけチャンネル登録されてさ、なんだっけ、再生数あったら儲かるんでしょ。俺、儲かるどころか赤字になってんだけど。ダメだよ、なんか、本当にさ、ね、儲かった分だけバイプッシュだみたいに投資しまくってさ、気がついたらさ、あれ俺、YouTube の広告収入入ったはずなんだけど、あれなんでなくなってんだろうっていうね、悲しみに暮れちゃうからダメだよ、みんな。YouTube の広告収入、入ったはずなんだけど、どこ行っちゃったんだろうっていうね。ただの悲しみにくれちゃうからね。そして何もみん残らな次の動画に還元されちゃってるからですね。ダメだ、ちょっとね、ダメだ、テレポスターなんだこれ、テレポスター何テレポスター、テレポスター、タムリンの力で街へテレポートできんだって。マジで？テレポスタはまだ使えないですがルーラです。あ、やった。と愛知スレイツーラー発表したからよろしくね、チラ。それ予約したってもう。今時点ではイベントアイテムですね。なるほど。やった。ルーラーできるようになるんだ。やった。楽になるね。かなり楽になるね。あ、じゃあ禁断の実、じゃあ禁断の実の無限増殖できんの？そしたら。やったぜ。じゃあそれできたらダメじゃない？ STR カンストしちゃうよ。STR。いや、さすがにそれはこできない。のレベルまでテレポートないのも珍しいですね。いや、さすがにそれはできないよね。さすがに。もしそれできちゃったら、STR カンストしちゃってゲームバランス音を立てて砕け散るよ。1回しか作ってくれないとかですかね。ああ、そういうことか。ちなみにまだテレポスタは使えないです。後で使えるってことね。あれかな、いつか、1個しか作ってもらえねえのか。ドーピングアイテムは。その可能性はあるな。だよね。だってゲームバランス壊れちゃうよ、何個も作ってくれたら。ねえ、だってテレポ使ってさ、ワープしてね、行って帰って行って帰ってたらね、STR 乾燥しちゃうからね。さ、本当にさ、アトルシャーの一撃でさ、ラスボスも一撃だみたいになっちゃったらさ、いやでもさ、昔のゲームってそういうとこあるけどね。前やった月下がそうじゃん、月下。ね、月下もさ、通常プレイだと難しい。切り札的アイテムですね。そう。月下もさ、通常プレイだと難しいけどさ、ベルマンツに入れたらラスボスがさ、過去割れになったよ。だから、結構昔のゲームってそういうなんかほら、例えばファイナルファンタジーとかドラクエにもあったじゃん。アトルシャンには素早さウップがおすすめです。マジで？ありがとうございます。わかりました。素早さアップアトルシャン使います。こっちでいいのか。ポリシーで同じ薬は作らないとか書いてありますね。マジで？じゃあ一回目。あれ？これで、ちょっと待って。あれ？テレポスタを取ったら、一度戻るそうですよ。戻るんかちなーい。みにこの扉は海の巫女さんと話してから開きます。戻るんかーい。もう一回戻るんだ。戻ってテレポを覚えさせて、そういうことか。じゃあ戻ります。
ちでいいんだよ。ちなみに悲しくなっちゃったのはさ、私の昨日さ、レトロゲームの棚をさ、ちょっと整理してる時にさ、見てたらさ、私の持ってるゲームソフトのさ、半分以上がさ、もう会社がないんだけどもうゲーム会社が存在しないんで、解散したか吸収されたか倒産したかしかないんだよ。見ててね、なんか俺悲しくなっちゃっただから悲しいな。いやー、なんか悲しいね、本当に。いやー、まあだから生き残ってるゲーム会社も実は少ないからね、結局。だって言っちゃ悪いけど、スクエアだってそうじゃん。あれこんばんは。だってスクエアだってそうじゃん。スクエアだってスクエアだって結局さ、スクエアニックスになっちゃったじゃん。でほら、例えばセガサミーとかもそうじゃん。僕の涙が見える。そう。紅の古文字を持つあな週たたち3をの棚にゲーム導くのは会社の歴史があるといった感じですね。タムリン、あなたにお話があります。こちらいらっしゃい。はい。あなた、力もしもホルスとして全く吸収合併されてない会社って任天堂くらいしか残ってない。イカ略。いや、例えばケムコとかも残ってるんだよ。ケムコとかもケムコとかも残ってるけど、今ケムコなんて多分ほとんどスマホのなんだっけ結構古いなんだっけドットの古いようなスクールゲームみたいなの作ってないしね。はい。あとほら、わかりました。いや実は残ってる会社ってあるんだよ。例えばウエストンとかなんだっけカルチャーブレインとか。ただもう出してないからね、ゲームソフト自体を。古代の洞窟に戻り、紋章へ向かってまっすぐ歩いていきなさい。マルギアナの町へ抜けられるはずです。あ、次はマルギアの町だね。あれ、これでテレポ使えるのかな。これでテレポってテレポはどうやって使うんだ。テレポってどうやって使うんだ。ちなみにあれテレポって魔法ってあれがないんだけどね。あ、これか。今のか。カルチャーブレインすごい久しぶりに聞いたですね。テレポスタは魔王2戦目の後です。結構後なんだ。あ、本当に後なんだね。そしたら結構本当に後なんだね、テレポが使えるの。いやだってあれじゃん、みんなが大好きなデコとかもうないじゃん。ねえねえ、データイーストとかもないじゃん、データイースト。私ミッドナイトレジスタンスやりてえな。メガドライブ版。メガドライブ版はアーケード版よりも劣化してるんだけど、唯一アーケード版に勝ってる部分はBGM なんですよ。なんでかっていうと、なんとオーガバトルとかのBGM 作ってる人が編曲してんの、メガドライブ版は。その結果めちゃめちゃ BGM が良くなってる。ミッドナイトレジスタンスってゲームなんだけど、あれはね、ケムコもちょっと懐かしい。サンドスでやったな。ケムコはセレクションとかなんだっけ、あとあれか、私の冒険はここで終わってしまったのなんだっけ、なんとかゲートだか有名かな。ケムコじゃないよ、ケムコじゃない。
あとヒューマンとかもあったじゃんか。ヒューマンとかね、あとクエストとか。クエストはオーガバトルとか作ってるところ。ヒューマンはなんだっけ、クロックタワーとか作ってたところ。だから本当にさ、なんだっけ、今ゲーム会社で残ってるっていう方が本当に悲しいお知らせですが、マルギアナの街には馬車がないです。マジかよ。戻れないんだ。フロムソフトウェアはまだ新しい方なんですかね。比較的そうだね、いや新しくもないけど、なんだっけ、そんなにこう古いメーカーでもないね。古いメーカーなの多分光栄とかは古いね。光栄とかはかなり。ただ今光栄テクモになっちゃったからね。テクモと合併しちゃったからね。だからまあ言ったじゃん。私がほら今欲しいなと思ってんのはムシャアレスタとかなんだよね。アレスタシリーズってコンパイルもうなくなっちゃったじゃん。コンパイルが東亜プランがなんだっけ発売っていうか企画して違う、ハスラム死んじゃったんだけど、もうハスラム役に立たねえんだけど、本当に開発はコンパイルなんですよ。だから私の世代だとコンパイルはどっちかっていうとシューティングメーカーですね。コンパイルはシューティングゲームですごいこうゲーム作ってたとこなんだよね。だからまあぷよぷよがほら結局すごい有名になっちゃった結果ねあっちに行っちゃったけど、もともとはコアランドとかと同じで技術は光栄はガストも吸収したからアトリエシリーズも光栄にな、イカ略。だからガストもなくなったんだから結局。だから本当になんだっけ、今残って本当に減ったよね。だから本当に増えてるほらテレポスター。でもまだ使えないんだ。これ使うんだ。なんかそう考えると本当に悲しいっていう。ハスラムは終盤で救済がございます。やっぱそうなんだ。なんかあれかな、強化イベントとかかな。強化イベントとか。なるほど。ゲーム会社も大変ですね。いやまあしゃあねえんじゃねえかな。これどっちがそれかな。どっちでもいいのか。だってゲームってさ言っちゃ悪いけど水物に近いからね。ゲームってゲームだから。だから生き残ってる方がすごいって感じかな。だってぶっちゃけて言おうか、任天堂だってさ結局さハルケンとかさゲームフリークとかさ、あとモノリソフトとかがさほとんどあれじゃん。あれ吸収してるようなもんだから、だからほら任天堂っていうのが今持ってるようなもんだって言っても過言じゃないと思う。任天堂だってほら例えば発売任天堂だけど作ってる会社は今あれじゃん。ほら例えばゼノブレイドとかさ最近のゼルダもさモノリス作ってるじゃん。モノリスね、だからモノリス手放したくないから例えばちょっと失敗したぐらいでさ責任問題とか追及しないじゃん結局ね。ブレスオブワイルドでね世界中から評価を受けたから、多分モノリスは手放さないと思うよ。多分モノリスはだから多分任天堂的にはゼノ系も作って、さらにゼルダとかみたいなのも作ってって言えば、多分任天堂的には何もね悪い部分がないからね結局は。ほらゼノ系で固定ファンがいるし、でなんだっけゼルダのさああいうシステム作ってもらえれば任天堂的にはさ何もね。でも任天堂だからうまくやってるんでしょうね。うまくやってなかったら喧嘩別れしてるはずだからね。例えばギャランティーが低いとかなんかやってたら多分喧嘩別れしてるからね。そういうのが一応今んとこないって考えると、その辺はやっぱうまくやってるんでしょうね。揉めたのはあれかな。揉めたのは確かファイアーエンブレムだよ。ファイアーエンブレム。
ファイアーエンブレムの作った人は揉めてやめたじゃん。でやめてティアリングサーガとか作ったじゃん。だからやめて、でティアリング B なら喧嘩別れしてそう。でティアリングサーガでとかで揉めた結果2年前ぐらいに出したじゃん。だから無料でファイアーエンブレムみたいなソフト出したじゃん。だから無料だったら文句ねえだろみたいな感じで出したじゃん。だからね。任天堂はプレステで一度新産舐めましたからね。結局ね自社だけではソフト球数が少ないからね。 WiiU とかもそうじゃん。WiiU とかも結局球数が少なくてダメだったから。だからやっぱソフトでほらソニーは逆にサードが多いんだけどだからそういえばあったような。あれだから最近はあれじゃん、ソニーもさ自社ソフト出してるじゃん。自社ソフトあれもそうじゃん。ゴースト・オブ・ツシマも自社ソフトじゃん。あれ自社だよ。ただ開発はアメリカのなんだっけゲーム会社が作ってんだけど、6年ぶりだったかな確か。6年ぶりに作ったソフトなんだけど、一応発売はソニーなんですよ。作ってんのはアメリカの会社なんだけど、発売は一応ソニーなんですよ。あれもそうじゃん。ホライゾンとかもあれも一応ソニーが発売でしょ。だから自社ソフトをね増やしていかないとやっぱダメだって話だね。結局はなんでダメなのかっていうと、他にも発売されちゃうかデスストもそうだったかな。ら。そうデストもそうだね。だから結局これ自社でソフト増やしていかないとダメだって話だ。これはあれかな。宝箱が上と下にあるの。下からあれ道間違ってる。俺が戻っちゃったんだ。アイテム2個あります。賞金塊やったぜ。ただ残ってる会社でコナミはもったいないよね。コナミがもったいないと思うのは、コナミって IP いっぱいあるじゃん。 IP がね、悪魔城からゴエモンからツインビーからね、コナミマンとかまであるし、あとはビーマニもあるし、ときめもあるじゃん。ときめもだから、あとあれか、最近だとラブプラスか。だからそれを生かしきれてないのがね、もったいないと思うよね。IP がね、腐るほどあるのに、グラディウスとかももったいないと思わんね、ほんと。つかハスラムはまだ死んでるんだけどハスラム弱えな。メタルギアサバイブ。メタルギア頭が。ハスラム下げようか下に。ハスラム下に下げるわ。ちょっとダメだな。ハスラムダメだ。弱すぎるな。次のアルギナで店装備更新らしいので、お金はたくさん必要ですね。なるほどね。それらの IP を生かさなくても客は買ってくれるだろうという殿様、イカラク。そういえばメタルギアソリッド5の核廃絶エンドが正規の手順でさ、イカラク。マジですごいね。そう考えると未だにそれで遊べるってのはすごいね。敵のインフレに追いついてないですね。ほら結局 NPC はレベル上がんないからね。これも下げるか。ハスラムも下げるか。あれ
あれあれこっちはあれか、アイテムのルートか。アイテム回収ルートか。違うのか。儀式の人の動画は今見ても面白いですね。メタルギアとかのやつね。あ、これ下か。もう下行けばいいのか。あれあそこまで骨をしゃぶり尽くすまでやってる人は少ないですね。ここもアイテムだけ？あれえここもアイテムだけ？完全に迷った。あれなんかあれか確かにあれかもっと前になんか分岐あったのかね。戻るしかねえのかね。おい一体どういうことだよ。誰か説明してくれよ状態だよ本当に。まさかループとかないよね。一番怖いのはループだねレトロゲームあるあるでループだね。無限ループ。正しいマップ説明はこねしにくくてすいません。いや大丈夫だよ。歩いてればそのうちたどり着くから。いいか戻るよ。もっと戻れば分岐あんじゃん。ループコンボ食らっちゃった。いやいや多分道間違ってんじゃないのかな。でもこんだけアイテムがあって道間違ってるっていうのもなんかおかしいって話だよ。ちなみにループはございませんので。ないのか。いや俺が道間違っただけだ。しかも間もなくあれでアトルさんレベル100になるね。この前のアルシャークみたいに少しでもずれるとってわけではな、イカ略。あれは笑ったね。ちょっとずれただけで違う。じゃあ昔のゲームが私クリアできないのがあるのはなぜかというと、昔のアクションゲームとかになってくるとちょっとずれたら終わりっていっぱいあるんだよ。例えば今やってる PC エンジンだと加トちゃんケンちゃんとか。加トちゃんケンちゃんは最終ステージはちょっとずれればダメなんだよ。だから結局そのちょっとずれたらダメだから、今の私の年齢だと多分ほぼ無理ですクリアは。1ミリずれるだけで一発で KO になっちゃうんで。ただ唯一ね救いなのはコンティニューは無限なのかな。だから和コードだったらね何回もやってたらいつかはクリアできるかもしれないね。これ下か。これじゃね。そんな感じがして厳しい。今度は見せるよ。今度見せるけどクリアできねえよ。最終ステージまでは今でもいける。行ったから最終ステージまでは。だから最終ステージがほとんど無理なんで、まあね、もしどうしてもクリアするんだったらレトロフリーか